はい、スリープリークス宮川です。今回はカットアップといって、オーディオ素材を細かく切り刻んで、そちらを並び替えてフレーズを再構築する、そういったテクニックについてご紹介いたします。まずはカットアップとはどういうものなのか、編集前のオーディオ素材と、そしてそれを切り刻んで加工した後のですね、こちらのトラックを聴き比べてみましょう。こちらのオーディオ素材の方ですね、細かく切って、そして並べ替えをしていって、新しいフレーズを作っていくんですけれども、このようにマウスで直接切り刻んだリージョンを動かしていくと、どうしても手間がかかりますし、そして何よりも、この一個一個の一つ一つのリージョンはですね、どんな音が入っているのか、とても把握しにくいということが挙げられますので、今回はドラムサンプラーを使ってフレーズの組み替えを行っていきたいと思います。キューベースの方を使用してますので、キューベースに標準付属のグルーブエージェント SE、こちらを使ってですね、グルーブエージェント立ち上がりましたので、早速こちら音声素材ですね、刻んでこのパッドにアサインしていこうと思います。この切り刻む長さにつきましては、今回はですね、BPM180 と比較的速い曲ですので、8分音符などで切っていこうかと思いますけれども、例えば BPM120 ぐらいの曲ですと、16分音符で切ったり、あとその作りたいフレーズによってですね、この長さの方調整していくといいかと思います。切り刻みましたので、一括で選択をして、そのまま基準の C1 ですね、トラックすると、グルーブエージェントの場合は、このように分割ですね、バラバラにアサインされる形になります。この後に一つ設定の方を行っていきたいんですけれども、今回はぶつ切れ感のある、そうしたフレーズを作りたいなと思っていますので、こちらですね、パッドを押している間だけ音が鳴って、パッドを離すとすぐ音が止まると。そういった設定を行っていきたいと思います。まずはこちらサンプルタブですね。サンプルタブを選択すると、こちらデフォルトですと、ループモードがワンショットになっていますので、こちらパッドを全部選択した状態で一括でワンショットからノーループに変えてあげると。あとはですね、ボリュームのエンペロープ。こちらアンプのタブの中にボリュームエンペロープありますので、こちらリリースタイムを0にしてあげると。これですね、先ほどお伝えしました。パッドを押している間だけ音が鳴って、パッドを離すとすぐ音が止まると。そういった形になります。それでは早速、こちらミディトラックにですね、ミディノートを打ち込んで、フレーズの並べ替えを行っていこうと思います。今回このようなミディデータ作ってみましたので、一度聞いてみましょう。こうしたフレーズを作る際のポイントですけれども、あまりこのリズムがマンネリにならないように音を抜いてあげたりとかですね。あとはこちらですね。こちらで16分音符が入ってますね。こちらにも16分音符入ってますね。若干このような細かいフレーズが入ることによってスタッターのような効果が出ますね。こういった部分でリズムの方ですね、マンネリにならないような形で打ち込んであげるといいかと思います。さらに賑やかな感じを作っていきたいなと思いましたので、今回ですね、この一個一個の音に対してファンをバラバラに振ってみたいと思います。こちら、グルーブエージェントですと、こちらメインタブの中にファンがありますので、こちらですね、一つ一つの、こちらパッドにですね、違うファン情報をアサインしてあげると。このような形で軽くちょっといじってみた感じですね。ちょっと聞いてみましょう。先ほどよりも少し賑やかな感じが出たかと思います。もう一つ、ファン以外にですね、面白い効果が狙えるものとしましては、このサンプルのピッチをコントロールしてあげるといったものがありまして、例えば今ですと、この D2 のパッド未使用ですので、じゃあ C1 のパッドをですね、コピーして、じゃあ D2 にペーストしますね。そしてですね、このペーストしたサンプルをですね、ピッチを1オクターブ上げてしまうと。そしてですね、こちらミディデータの方も、今、こちら200目の頭、空白になってますね。こちらですね、新しく作った C1 のサンプルの1オクターブ上のサンプルですね。こちらをペーストしてみましょう。で、この状態で一度聞いてみましょう。もう一つ小技としましては、一つ一つのサンプルにちょっとフィルターの設定を変えてあげるの。こちらも有効かと思います。現状ですと、すべてフィルターオフになってますけれども、こちらを一括でフィルターをオンにして、そうですね、今回クラシックでいってみましょうか。クラシックフィルターをかけた状態ですね。ランダムに、ちょっとずつ値を変化させてあげると。で、たまにですね、このフィルタータイプの方も、今ローパスの24から
バンドパスしてあげても面白いかと思います。ではこんな感じで聞いてみましょう。それともう一つ、こういったカットアップにはですね、リバース音を使うという手法がよく用いられますので、そちらの方も紹介したいと思います。今現在こちら Groove A8 の方ですね、D#2 のこちらのパッドはまだ何もアサインされていませんので、こちらにですね、リバース音の方を入れていきたいと思います。まずはこのサンプルのですね、この後半のこちらの部分ですね、入れていきたいと思います。ちょっと聞いてみましょう。こちらですね。このままドラッグをして、はい、アサインされました。こちらリバースの設定をしていきます。まずは先ほどと他のサンプルと同じようにですね、パッドを離したらすぐ音が消える設定ということで、こちらアンプのエンベロープ、リリースタイムは0にして、こちらサンプルタブですね。ワンショットをノーループに変更。ここまでは他のパッドと同じ手順ですね。そして次にですね、リバースに設定ですけれども、こちらリバースボタンというのがついてますので、こちらを点灯させてあげることで、パッドですね。こちらのパッドだけはリバース音で再生されることとなります。このようにですね、リバース音になりましたね。こちらでGroove A8 側の設定できましたので、あとはこちらミディトラックの方をリバースの音ですね、フレーズの中に組み込んでいきたいと思います。まずは先ほど作ったこのループですね、複製してですね、一番フレーズの最後にリバースの音を入れていきたいと思います。こちらですね、こちらに長めの音でですね、このように最後入ってくる形にしたいと思います。ではこちらで聞いてみましょう。カットアップのフレーズを作る際にはですね、ただ切り刻んで並び替えるだけではなくてですね、今回行いましたようなサンプル前にピッチを変えてみたり、フィルターを変えてみたりと、最後に行ったこのサンプルのリバースを用いてみたり、こうしたテクニックを取り入れることでバラエティに富んだループを作ることができるかと思います。最後にカットアップフレーズを取り入れた制作例としまして、今回作りましたこちらのフレーズにですね、ドラムやベースなどをつけてみましたので、参考までに聞いていただけたらと思います。ご視聴ありがとうございました。スリープフリークスでは、より多くの視聴者の皆様に楽しんでいただけるようなコンテンツ作りを心がけております。こんな動画があると嬉しい。こんな企画を開催してほしい。この商品を紹介してほしいなど、皆様の貴重なご意見をお聞かせください。弊社ウェブサイトにご意見ボックスをご用意しておりますので、こちらのリンクからアクセスをお願いいたします。なお、プライバシーは弊社が責任を持ってお守りいたしますのでご安心ください。今後ともよろしくお願いいたします。